は長居できないのが辛いな。マーゴヤなのか。ここも今は干渉に浸りに来たわけじゃない。そういえばこの剣、元から金庫にしまわれていたようだが、何か特別な意味のあるものなんだろうか。今まで犯行に使用された凶器という点にしか意識が向いていなかったが、改めて考えてみると重要なもののようにも思えてくる。あるいは大魔女に関係するのかとも思ったが、見ただけでは何もわからないな。もっと調査を進めればわかることもあるのかもしれない。とにかく今は手がかりを探さなければ。さすがに体が冷えてきた。そろそろ他を調べよう。牢屋敷に来てから私は一人でいろいろと調査を進めたわ。でも結局それだけじゃ黒幕に関する情報は何も得られなかった。私が事実を知れたのは沢渡ココを殺したから。抑えきれない殺意の衝動。その時7日の魔女化が一気に進行したんだろう。そして魔女化が進行すれば魔法が爆発的に強くなる。私の原子は牢屋敷の秘密にまつわるビジョンを見せてくれた。私の名前は光メルルです。メルルと過ごした時間があまりに少ない。もう少し長く一緒にいたら彼女の気持ちの想像がついただろうか。いいな、魔女の考えることなど理解する必要もない。魔女因子の高い少女は15歳以降一気に魔女化する恐れがある。この牢屋敷は魔女因子の検査で高い数値が検知された少女たちが集められた施設。私たちは本来完全に魔女化する前に国の管轄で殺処分されることが決まっていたの。皮肉なことに私たちは氷上メルルが大魔女を見つけたいという目的でかろうじて生かされていたのよ。それでも氷上メルルのしてきたことは許される行為ではない。私がこの手で殺してやりたかった。何がきっかけなのかはわからないけれど、大魔女が私たちのような魔女因子を持つ少女たちの中に潜んでいると氷上メルルは考えたよね。だから少女たちの魔女化を進行させるため殺し合いを誘導し魔女裁判を。絶対に許さない。ごめんなさい。氷上メルルは殺されてしまった。今伝えたいのは氷上メルルの話じゃないの。私たちが探すべきなのは大魔女。どこにいるのか、そもそも今も存在するかどうかもわからないけれど、人間が魔女化するようになったのは大魔女が
魔女因子を世界中にばらまいたせい。全ての元凶はどこかにいる大魔女なのよ。裏を返せば大魔女なら私たちを呪いから解放できるかもしれない。元凶を立てば、あるいは確かなことを言えなくてごめんなさい。元凶を立たなければならない。私がこの手で大魔女を見つけ出し裁く。突然呼び出しちゃってごめんね。シェリーちゃん、ハンナちゃんと話し合ったんだけど、僕らここから脱出する方法を改めて考えた方がいいんじゃないかな。ええ、このままここにいても私たちは魔女化が進むばかりですわ。殺人事件が起きるかもしれない。殺人事件が起きたら裁判で処刑されるかもしれない。もうそんな生活を続けるのにはふんざりですわ。というわけなんです。みんなで協力して脱獄大作戦を立てましょう。どうやって出るの？看守は洗脳されたままだ。あの処刑ですら極長が考えた悪趣味な演出の一環なのかとすら思えるな。あの時だけは看守が自主的に動いたと思いたいが。アンアンの言う通りだ。看守がいる限り脱獄は大きな危険を伴う行為となる。もちろん個々で手立てや抜け道を探るのは構わないが、確実な方法がなければ全員で突っ走るべきではない。そうだね。私も同意見だよ。今はおとなしく従っていた方がいいと思う。少なくとも表面上はね。うちだってこんなとこから早く出てんだよ。ただこれまでいろいろ試みてきたけど全部失敗してる。なんかいい方法を思いついてから言えよ。そうだよね。ごめん。エマさんが謝ることではありませんわ。私たちは私たちでこの状況から逃れる方法を模索していきましょう。みんなあんまり思い詰めないようにね。ただ何もかもがかもしれない段階で希望だけ与える行為は正しくない。やはり大魔女に関しては一人で動くべきだな。一ついいかな。思ったんだけど。管理者であるメルル君が死んだのに、どうして我々は裁判をやらなければならなかったんだ。なるほど。メルルさんが管理者ということは牧長さんにとっては上司なわけですよね。そっか。犯人を突き止めたかったのかも。あの鳥、そんな殊勝なやつには見えねえけどな。私も同感ですわ。仮に最初の裁判はそうだったとしよう。では2度目は？私たちは裁判をする必要なんてないんじゃないか。そのストレスから解放されるだけでも随分ここの暮らしが楽になるんじゃないだろうか。それはそうかも。裁判やめたいよね。なんであんな残酷なことを続けなきゃいけないんだろう。牧長さん自身にも何か思惑があるのかもしれませんね。うだうだ話してないで、あの鳥に聞いた方が早いんじゃねえのか。
その件についていいかな。私も疑問には感じて、すでに獄長に問いただしている。乱暴ですね。いきなりなんです？私、お触り禁止なんですが。改めて聞きたいことがある。君はこの牢屋敷の管理者はメルルだったと言ったな。殺人も裁判も全て彼女が裏で糸を引いていた、そういうことだな。メルルが死んだなら私たちが裁判を続ける意味はないはずだ。それとも何か理由があるのかな。メルルの意志を継がなければいけない理由が。さあ、わかりません。私はただ代理で管理を任されてる身ですからね。殺人が起これば魔女裁判を開く。殺人を犯した魔女を突き止めたら処刑する。メルル様が死んだとしても、この牢屋敷ではシステムを変更するつもりはありません。正直、いろいろ変えるのって面倒ですからね。すぐに殺処分されないだけマシかもしれませんよ。結局は何も変わらないんですのね。みんな、希望を捨ててはダメだ。確かに私たちはまだ囚われの身。殺人や処刑の危険とも隣り合わせだ。しかし、全て私たち次第でもあるんだ。心を強く持って私たちにできることをやろう。私たちにできることか。私はなんとか大魔女。まずはみんなで力を合わせて最高の劇を作り上げようじゃないか。は？どうかしたかい？ちょっと、まだやる気だったんですの？当然じゃないか。ハンナ君にだってすでに何着か素敵な衣装を仕上げてもらったんだからね。無駄になんてするつもりはないよ。見えすいたお世辞を言われたって？嬉しくもなんともないですわ。でもちょっとニヤッとしてますよね。してねえですわ。脚本ミリアと少しだけ書いた。おお、ありがとうアーン君、ミリア君。おじさんはちょっと確認しただけなんだけどね。勝手にやってろ。私は優先的に大魔女のことを調べていく必要がある。だがレイヤの言っていたように信頼関係を築くことも必要だ。レイヤの提案は正しい。少しでも殺人を防げるように考えていきたい。エマに対するマイナス感情はなくなったわけじゃない。だが嫌悪する相手だったとしても被害者であることには変わりない。迷いを抱くなど私らしくもない。ねえ、レイヤちゃん、ノアもね、劇楽しみだな。いっ
ぱいお絵かきできるのも嬉しいけどね、みんながお芝居するのも早く見たいなって。私ももう少し歩み寄ってみよう。レイヤ、少しいいかな。劇の制作なんだが、私も何か協力をさせてくれないか。本当かい、ヒロ君。そんなに驚かなくてもいいんじゃないか。あと顔が近いな。いや、これは驚くべきというより喜ばしい申し出だよ。ああ、なんて素晴らしいんだ。それで私は何をすればいい？そうだな。ヒロ君のビジュアルなら裏方だけというのはもったいない。ぜひ私と一緒に舞台に立ってほしい。さすがにそれは遠慮したい。舞台に立つ君の姿、間違いなく絵になるだろうね。だが何の役がいいか。妖精さんを2人に増やすのはどうでしょうか。いいね。だがここは思い切ってオリジナルの悪役を出すというのも。舞台に立つとまでは言っていないんだが。自由時間だが、劇の制作を進めるんだろ。私にも何か手伝わせてほしい。早速ありがとう。そうだな、ヒロ君は何か得意なことはあるかい？ある意味難しい質問だな。基本的にどんな作業でもこなす自信がある。そうか、エマ君に聞いた通りなんだね。学業もスポーツもあらゆる面で完璧。持っているトロフィーの数は計り知れない。エマに？ああ、ヒロ君がいかにすごい子なのかいろいろと話してくれたよ。なるほど。あまりいい気分はしないな。自分のいないところでベラベラと自分のことを喋られるのは。すまない、私からエマ君に尋ねたんだよ。だから彼女を責めないでほしい。別に責めるつもりはないよ。それで結局私は何をすればいい？ああ、それじゃヒロ君にはまずみんながやっている作業を見てもらうのがいいかもしれないね。その中から自分にできそうなこと、やりたいことを選んでもらうというのはどうかな？異論はない。君は劇の制作には参加しないのか？するわけねえだろ。なぜ？もう少し協調性を持つべきだ。うるせえな。だいたいおめえだって最初は否定的だっただろ。そうだな。だけど今はやるべきだと感じている。関係性を深めるのは殺人の抑止につながる。これ以上の犠牲者を出したくない。本心からそう思ってんのかよ。うちから見たらおめえが一番やらかしそうに見えるけどな。やっぱりおめえの言うことは信用できねえ。仲良くなんてできるかよ。それに関しては同感だ。私も君と仲良くなれる気はしない。しかし協調性は持つべきだろ。ヒロ君にアリサ君、
何を話しているんだい？また面倒そうなのが来やがった。もしかして邪魔をしてしまったかな？別に大した話はしていない。それならよかった。ところでヒロ君、何を手伝うかは決まったかな？いや、まだ見て回っている最中だよ。そうか。焦らずじっくり考えてくれたまえ。君はここへ何をしに？台本を読みつつ軽くセリフの練習をしようかとね。どっか他でやってくれよ。悪いがそれは難しい。本番もここで劇をやるつもりだからね。練習なら別の場所でもできるだろうが。なるべく本番に近い環境で稽古したいんだよ。ああ、そうだ、ちょうどよかった。実はアリサ君にお願いがあったんだ。なんだよいきなり。劇に役を追加したいと考えていてね。そこでアリサ君にも。絶対嫌だね。そんな君にしか頼めない役だというのに、火を司る妖精で。なんでうちが妖精役なんだよ。もっとなんか他にあんだろ。いや、そもそもうちは劇なんか出る気はねえ。アリサ君、言ってしまった。ところでヒロ君、切り替えが早いな。というか嫌な予感がするんだが。君にもやはり妖精役をやってほしいと思うんだ。妖精はもういいだろしかし主演である私の周囲を華やかに彩る妖精、これは劇にとってとても大切だと思うんだよ。う。遠慮しておく。他に手伝えることを探すことにするよ。アリサ君もヒロ君も手強いな。けど私は諦めないよ。ちょっとシェリーさん、干すときはちゃんとシワを伸ばしてくださいまし。はーい、こんな感じですか？破れちゃいました。てへじゃねえですわよ。ほんとにバカ力なんですから。ごめんなさい。そんなに力を入れたつもりはなかったんですけど。縫えばまだ着られますわね。衣装の材料に使ってもいいですし。もう私がシワを伸ばしますから、シェリーさんが干していってください。了解でーす。二人ともご苦労。ヒロさん。私たち洗濯をしているんですよ。そのようだな。とりあえず干すのはこれで最後です。次はこっちのカゴにある分を洗っていきますわよ。ゴシ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 ですわ。なんというか、お嬢様要素はどこ行ったんですかね。うるせえですわね。いいから黙って干し上がれですわ。ヒロさんも一緒にいるなら手伝えですわ。え？
なぜ私まで。自分で着るものなんですから、ちゃんと自分で洗って自分で干す。当たり前のことでしょ。そう言われると返す言葉もないな。しばらく付き合ってやるか。エマちゃんいいよ。お、斜めからもいいね。ミリアちゃん、写真撮るんじゃなくて演技を見てもらいたいんだけど。止まった顔もかわいいよ。これは何をやっているんだ。ヒロちゃん、これはまだ最初のちょっとだけど台本ができたでしょ。だからエマちゃんがおじさんに少し演技を見てくれないかって。演技を見ているようには思えなかったが。それはなんていうか。はい、可愛く撮れてるよ。どういうつもりかな。いきなりごめんね。最近おじさん写真を撮るのにハマってて。おじさんたちこの先どうなるかわからないでしょ。だからなのかな。なんだか今この一瞬一瞬を切り取っておきたいみたいな気がして。でもいきなり撮るとか失礼だよね。可愛かったからつい。そうだな。許可なく写真を撮られるのは確かにあまりいい気分じゃない。場合によっては肖像権の侵害に該当する行為だ。仮に君がその写真をどこかに無断で掲載したとすると、名誉毀損やプライバシー権の侵害が成立する場合もある。そうでした。以後気をつけます。でもね、おじさんは絶対どこかに掲載とかそういうのはしないよ。それだけは絶対に誓えるけど、でも良くないことだったと思う。話はそれたが、大体の事情は分かった気がするな。一生懸命なエマちゃんがなんかもういじらしくて。これはもう写真に残すしかないなって。恥ずかしいからやめてほしいな。でも本当に僕なんかでいいのかな。どういうこと？素人で演技もうまくできないし、セリフだってちゃんと覚えられるか不安で。それなのに重要な役で素敵な衣装まで作ってもらって。それでまさか役を降りたいとでも？レイヤ以外はみんな素人だ。それでも前向きに頑張っている。自信がないからと君だけ投げ出す気か？違うよ。もちろん僕だって頑張るつもりだよ。
だけどただ不安なだけで。えーっとやはりエマとはなるべく言葉を交わさない方がいい。あんちゃん、大丈夫？ヒロインが活躍する展開、思いついた？思いついてないってこと？うん。ここでヒロインが死んじゃうなんて聞いたことないよ。そうだけど、でも変えちゃいけない部分ってあると思うな。くそー、やはりダメか。ノアも失敗した。ほいっと。注意し早急に清掃せねば。ペンも一緒に捨ててしまった。どこだ？ノア、知らないか？どこだろうね。あ、ヒロちゃん。ヒロちゃん、アンちゃんのペン見なかった？今来たところで見ているわけないだろう。君たちはもっと周囲をきれいに整理整頓するべきだな。あ、ほんとだ。めちゃくちゃ散らかってるね。まあいい。ちょうど手伝えることを探していたところだ。片付けは私の方でやってやる。君たちは制作を進めてくれ。えへへ。ありがとう、ヒロちゃん。そうだ。ね、ノア。やっぱりいいや。なんだ、私に何か話があるのか？我が輩のペンはどこだ？典型が降りてきそうだったのに。君のペンは私の方で探すから、とりあえずはこれを使うといい。すまない。ペンケース見つからなかったね。一体どこに隠したんだろう。本当にひどいよ。いつも嫌がらせばっかり。犯人もわからないままだ。腹立たしい。仕方ない。私の万年筆は君にやる。明日からはこれを使うといい。お風呂で済まないが、クラスのみんなは私がこれを愛用していたことを知っているはず。これなら安易に手出しはしないだろう。ヒロちゃんの万年筆、すっごくかっこいいなって思ってたんだ。よかったね。ねえ、元気出して。そうだ、夏休みの夜にここで集合しない？この屋上って花火が綺麗に見える格別なスポットなんだよ。だが花火は20時からだろう。君たちにだって門限はあるはず。ルールには従うべきだ。仮に保護者の許可を得たとしても、あまり夜遅くまで出歩くのは良くない。もうヒロちゃんでも真面目だな。ねえ、君はどう思う？あの時屋上で一緒に花火を見ようと約束したんだったな。結局果たされはしなかった約束だ。
君のペンを見つけたら返してくれ。このふやけた紙は一体何だ？ああ、それ絵の具を薄く溶かして描いた絵だよ。なるほど。模様に見えなくもない。これも芸術というものなんだろうか。奥が深いな。ほら、君のペンが見つかった。これで集中できるだろう。そうだな。スランプだ。ほとんど何も書いてないように見えるが。エマがウェンディ役なのが良くない。エマちゃん？どうして？それは我が輩だって空を飛びたい。なるほど。君はウェンディ役の方をやりたかったのか。そうだったんだ。じゃあみんなに相談してみようよ。今なら交代できるかも。しかし筆が進まない。こういう時は思い切って別のことやるのもいいんじゃないかな。例えばなんだ？好きなことでいいんだよ。アンアンちゃんは何が好きなの？我が輩は小説を書くのが好きだ。いいね。アンアンちゃんの小説読んでみたいな。ね、ヒロちゃんも興味あるよね。気にならなくもないが、今は掃除をしなければ。なんだ？この内容は大魔女の。ヒロちゃん、どうかしたの？いや、なんでもない。